こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、このジムニーのリーフスプリングの調整方法についてご紹介させていただきます。リーフスプリングっていうのは、これはご存知の方も多いと思うんですけど、これですね、こんなやつがここについてるんですよね。こう実写と同じような構造になるんですけど、この、いわゆる板バネなんていう言い方もするんですが、この板状の、バネですね。これがこのサスペンションのこのショックを吸収する役割を、担ってるパーツの一つっていう感じなんですけど、ちょうど分解してある C54 があったんで、ちょっとこれがいい例というか、これがコイルスプリングといって、よくあるバネ。これの代わりに、この板バネですね。これでこう、ショックを吸収してるんですが、言ってしまえば、これ実写もそうですし、RC カーもそうなんですけど、コイルスプリングの方が、なんて言うんでしょう、より高度な、結構近代的なというか、そういう、仕組みと言えるかなと思うんですが、このジムニーっていうのは、JA11 まで、SJ30 とかいろいろあるんですけど、JA11 までが、この実写でもですね、リーフスプリング、板バネっていうのを採用してるんですね。で、これが実写でも、どちらかというと、古い構造の車だよねっていうようなイメージというか、ただ、いいところもいっぱいあるんですよ。すごい丈夫とか。逆にデメリットもありますけど、乗り心地悪いよねとか。実写でもその、長所短所っていうのはあるんですが、この、ラジコンの方のジムに、これがですね、ちょっと今までの動画でもお伝えしたことあるかなと思うんですけど、どうしてもリーフスプリングにしたかったんですよ。で、ここでちょっとお伝えしておきたいのは、このリーフスプリングにしたことによって、弱点、ウィークポイントみたいな言い方するとちょっと語弊があるかなと思うんですが、特性としてっていう感じですかね。このリーフスプリングにしたことによって仕方のない部分として、へたっちゃうことがあるんですよ。これは、実写っていうよりは、このラジコンに関してっていう、感じにはなるんですが、これが、正常だと、こんな感じで、フロントもリアもこうストロークして、足が動く状態。これが好ましいですよね。ただ、これがへたってしまうと、ちょっとこれ、あえてそういう感じに今しちゃってあるんですけど、さっきのこのバネをですね、ちょっとこっち側にこう伸ばして、こっちじゃなくて、こっち側に伸ばして、ちょっと癖付けをして、へたった状態にしてあるんですけど、わかりますかね？ストロークがこう少なくないですか？こっちも、こう、ポヨンポヨンって感じじゃなくて、あれ、あんまり戻ってこないな、みたいな。一応、ロール方向って言って、こう、横方向は全然動くんですけど、こう底付きしたような状態、両方を沈ませようとすると、こんなような状態になりやすいっていうのがあって、これはですね、遊んでいるうちにこうなっていってしまうっていう可能性ももちろんありますし、あとはカスタムしていって、こう上が、バネ上、上の方ですね、が重くなってきた時にもこう沈んじゃうっていうのがあって、あとは正直出荷時にこの底付きに近い状態になっちゃってるっていうのもあったりします。これはですね、もうどうしてもこのジムニーはどうしてもリーフにしたかったんで、そのあたりちょっと懸念はあったんですが、もう、さすがにそれを危惧して、これをですね、コイルスプリングの車にはしたくなかったんですよ。だって、JA11 ジムにラジコンで出ましたって言って、見てください、コイルスプリングですって言って、もしこれだったらと思うと、ちょっとゾッとしませんか？しない人もいるから分かっていただける方も多いと思うんですけど、JA11 っていうからには、もうどうしてもリーフスプリングにしたかったと。ちょっとなんか前置き長くなっちゃったんですけど、というわけで、この JA11 ジムに関しては、このリーフスプリングですね、遊んでいるうちにへたってしまうこともある。で、カスタムして重くなっていったときに、へたっていなかったとしても、ちょっと重量が変わったことによって、バネのバネレートですね、強さが対応できなくて、もう底付きこうしちゃう。あとは、最悪出荷時にも、ちょっと結構これ微妙な調整が必要だったりするので、出荷時というか、お手元に届いた箱から出した時ですね、にも、あれ、なんかもうちょっとストロークしていいはずなのにっていうのが、なんか、こう、
戻り悪いなみたいな。これが結構健康な状態です。ちょっと違いますよね。で、これの調整方法っていうのはもちろんありますので、ちょっと今回それを紹介させていただきたいなと思います。じゃあちょっと分解しながら説明していきたいんですけど、そうそう、ちょっと言い忘れちゃった。こうなりやすい理由もう一つあって、リーフスプリングだからっていうのもあるんですけど、リーフスプリングだったとしても、足の動きはすごい柔らかいものにしたかったんですよ。このしなやかに動くっていう。で、やっぱりこれも結構難しくて、こう柔らかくしたいんだけど、柔らかくするとその調整が狂いやすい。でも、調整が狂わないように、こう安全をとって硬くすると、こうしなやかに動かないっていうところがありまして、ちょっと今回はですね、やっぱりクローラーとしての遊びっていうのをぜひ体験してほしかったっていうのもありまして、もちろんこの価格帯で実現するっていう難しさもあったんですけど、ちょっとここですね、場合によってはご自身で調整してくださいっていうところになっていますので、ちょっとそこは、リーフスプリングだから許してくださいってなんか変な言い方なんですけど、ちょっとご理解いただけると嬉しいなというところになります。はい、すいません。めっちゃ前置き長くなっちゃいました。じゃあちょっと実際に調整方法ですね、やっていきます。これが今、こうちょっと底付きしちゃってるような感じで、元気ないなと。で、これを調整していきますと。で、これ慣れてくれば、タイヤを外さずに、このタイヤですね、タイヤを外さずにできちゃうと思うんですけど、ちょっと今回説明のしやすさというか、動画的にですね、見やすさっていうのも考慮して、ちょっとタイヤは外します。実際慣れちゃえば、そんなに難しい作業ではないですね。タイヤ外しますと。そうだ、これよく考えたら、他の動画で紹介ちょっとしたんですけど、この動画しか見てないよっていう方のために、この純正のホイール、ジムニーにそのままついてきてるホイールの場合、センターキャップがあるんで、ちょっとこれ外すのが難しいことがあるので、その外し方のコツだけ挟んどきます。こういう小さめのマイナスドライバーですね。これをそーっとここの溝、この辺にこう入れて、ちょっとこじってあげます。そうすると、こんな感じでポロッと取れるんで、これ、この間に入る硬いものだったら、マイナスドライバーじゃなくても大丈夫です。例えばなんか 1.5mm の六角とか、なんかそういうような、ちょっと先の尖ったような工具で、こう入れて、コリッ、コリッって感じでやると、ポロッと取れるんで、ちょっと今回の動画では、ちょっと1個前の動画でやったこのジムにホイールを変えちゃってるやつですね。これでやっていくんで、そういえばと思ってちょっと今、センターキャップの外し方だけ紹介させていただきました。はい、じゃあ、とりあえずタイヤですね。全部取っていきます。はい、タイヤですね。今、全部取りましたと。で、ちょっとリアの方が見やすいと思うので、リアからやっていきます。もう、ここですね。ここのネジと、ここのネジ。これを外すだけなんですけど、こっちはシャックルって言って、こういうのがついてて、ちょっとピンが圧入されてるんで、外すの難しいんで、ちょっと今回の動画ではここは外さないです。もう簡易的にですね、こっちを外して、そのままこう曲げて直すっていうやり方になるんですが、ここのネジですね。で、ここもちょっと舐めやすい感じのネジになってるんで、そーっと、こうなんか、こちら方向にぐーっと押しながらやりたくなるんですけど、プラスネジなんで、ちょっと押しながらじゃないと回せないじゃないですか。でもあんまり強く押すと、ちょっとネジ山が壊れちゃうことがあるので、ここは、そーっと外してください。そうすると、ネジがこれぐらい出てくるんで、で、これを外す。これ外して、反対側も一緒ですね。反対側も、そーっと回してください。そーっと回すと、ネジがこれぐらい出てくるんで、で、途中でなんか抵抗がなくなるんですよ。スルスル回るようになるんで、そうするともうネジ山がないところまでこれが出てきてる状態になるんで、そうするとこうスポッと抜けます。こうネジ山がですね、途中までしかないので、そういう感じになるんですけど、これを外しますね。で、この今外したネジはちょっと特殊な形してるので、なくさないようにですね、注意してください。で、今度は、今ネジを外したことによって、もうこれがですね、こう抜けるんですよ。パカッと。こんな風に。で、この時に、プロペラシャフトですね。これ抜けちゃいますけど、それは気にせず、後で戻せばいいので、
このまま作業を続けていきます。で、ここでやる作業っていうのはですね、できればこういうようなペンチ、ちょっと先の細いタイプの、こういうペンチがあるとやりやすいんですけど、こちら側の R2、曲がってる部分ですね。こちら側の曲がってる部分を強く曲げ直してほしいんですよ。ちょっとまず実際にやってみますね。で、ちょっとその前に見ておいてほしいのが、こことここが同じぐらいの曲がり具合になってますよね。このバネ。このバネが真横から見て並べてみると、両方とも同じぐらいの曲がり具合なんですよ。で、これをですね、こんな感じで、ぐっと、ちょっと場所変えながらちょっとわかりますかね。こんな感じで、何箇所かつまんでグッ。で、位置変えてグッ。で、またちょっと位置を変えてグッっていう感じで曲げると、ちょっと今わかりやすく強気でやっちゃったんですけど、これわかります？ちょっと、こっちの方が全然曲がりましたね、これより。これで、ちょっとバネのテンションを、こんな感じですね。こんな感じですね。これで、バネのテンションを復活させるって感じです。もう、そうですね。すごい曲がってますよね。で、これを真横から見ると、今曲げたこっちの方がより強く曲がっていて、これはまだ曲がってないんで、こっちと同じような曲がり具合になるように、こっちを曲げてください。ちょっと角度変えてやってみますね。グッ、グッ、位置を変えながらグッ、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 グッ。こんな感じで。で、ペンチない場合は最悪、結構指でもできます。こんな感じで。こうやって、ギュッギュッ。力を加える位置はちょっとずつ変えていってほしいんですけど、奥をやって、真ん中辺やって、手前側やると。で、こうやってやっていくと、こんな感じで曲がり具合がほぼほぼ一緒のところになると思うんですよ。これでもう調整自体は完了ですね。で、あとは元に戻すだけです。ちょっと説明しながらなんで長いですけど、これ慣れてればもうすぐなんで、これ戻しますよね。で、同時に、このリーフスプリングを元々あった場所に収める。収めて、で、真横から見て、このネジですね。ネジを通さなきゃいけないんで、真横から見て、ちょうどこの穴とリーフスプリングの穴が合っている位置。ここにちょっと調整しといて、位置を合わせておいて、で、シャーシとリーフスプリングをですね、貫通させるように、ここまでネジを戻します。で、外すときと一緒ですね。慎重にゆっくり戻してください。で、ここネジ山ができている部分が、ネジ山のある部分がかなり薄いので、深くないんですよ。なんか浅いところにネジ山がある状態なんで、ほどほどのところでもう止めとくのがいいですね。ちょっともう一回やります。締めていって、ネジが止まったなと思ったら、もうそこでやめるぐらいでいいです。そこからグッてやっちゃうと、このタッピングビスっていうんですけど、こういうビスで掘ってあるネジ山って結構壊れやすくて、かつここ浅いので、ちょっとそこはかなり慎重にやっていただきたいんですけど、もう締めていって止まったら終わりみたいな。そんな感じでやっていただけるといいかなと思います。で、反対側も一緒ですね。はい、反対側も同じように慎重に元に戻しました。で、この時にプロペラシャフトですね、ちゃんと元に戻っているか、外れたまま取り付けてしまっていないかっていうのは注意しながらやってください。で、ここがですね、さっき癖をつけたんで、もうポヨンポヨンに戻ってるっていう感じです。こっちがなんかちょっと元気なかったままなんですけど、こっちはもうポインポインポインって感じですね。ポインポインってなんかちゃんと弾む感じですね。はい。じゃあ、フロントも一緒です。ちょっと今見やすいからっていうので、リアからやっただけなんで、もうフロントも全く一緒ですね。同じように調整をしてください。じゃあちょっと全く同じ作業なんで、あまり詳しく説明せずに喋りながらやっちゃいますけど、このリーフスプリングの弱点といえば弱点というか、ちょっと面倒なところっていう風にはなるんですけど、こうやってラジコンって結構面倒を見てあげて、自分で調整してっていうのも、ある種楽しみのうちかなと思いますし、なんか我々はそこをぜひ広めていって、走らせるだけじゃなくて、
こういじる楽しみみたいなのもぜひ知っていただきたいなっていうところの一つなんで、結構開発段階でこのリーフだとどうしてもこの不具合っていうか、人によってはもう不具合と感じるところだよねっていうちょっと懸念心配があったんですけど、ちょっともうリーフ一択だったんで、はっきり言ってしかもこれリーフスプリングにするのプラスちょっとここにシャックルっていう機構を入れたかったんですよ。これもですね、シャックル入れてるからちょっとこの調整が狂いやすいみたいなところもありまして、本当に個々に調整してくださいみたいな部分になっちゃうっていう心配があったんですけど、もちろん大丈夫な場合もが多いですよ。多いんですけど、ちょっとお手元に届いた際にですね、この調整が必要だった場合には、ちょっと可愛がってあげるぐらいのつもりでこう調整してみていただきたいなと思います。逆に今までうちのWPL ジャパンのですね、ラジコン親しんできていただいている方にとっては、多分僕がなんか勝手にそんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、多分皆さんそんぐらい普通でしょみたいなそれぐらいの調整必要でしょっていうご理解いただける方正直多いかなと思うんですけど、ちょっと今回特に初めてですね、WPL ジャパンのこのラジコンを手にしていただいた方とか、ましてや初めてラジコン触るよっていう方にとってはちょっと面食らっちゃうじゃないですけど、みたいなとこあるかもしれないんですけど、こんなもんですわ。こんなもんです。なんかその辺言ったらダメかもしれないんですけど、結構やっぱり誰でも手が出しやすい価格帯にしたいっていうのが結構優先度高くてですね、ただその弊害っていうと変なんですけど、その代わりちょっとご自身でですね、愛車をメンテナンスしていただく。新車であってもですよ。新車であってもこうやってちょっと調整が必要だったりするっていうところは、ちょっとご愛嬌じゃないですけど、うちのラジコンはそういうもんですみたいなそんな感じで、ご理解いただけると嬉しいなと思います。やっぱいじるのも楽しいじゃないですか。なんか仕組みもわかるし、ちょっと面倒は面倒だと思うんですけど、実際今調整しましたよね。で調整して調子が戻ったっていうのもなんか味わってほしいなみたいなところの一つなんですよね。はい、じゃああとタイヤ戻すだけなんでちょっとここは飛ばしちゃいますね。はい、タイヤですね。全部4つつけました。これでフロントもポインポインって感じで、リアもポインポインっていうこの元気な感じが、元に戻りましたと。さっきの健康な状態のこの人もこんな感じでしたね。フロントもリアもちゃんと動く。で、さっき比べてもらうとこっちちょっとへたっちゃった感じだったと思うんですけど、これもちゃんとフロントとリア元気に動くように、なりましたと。はい。じゃあちょっと今回ですね、このジムニーの、ウィークポイントとは言いたくないので、可愛いところですね。このジムニーさんの可愛いところとして、このリーフスプリングちょっとへたりやすいっていうところがあって、あとはへたるというか調整が狂いやすいというか、そういったところですね、ありますっていうのと、それの調整方法ということでご紹介させていただきました。ちょっとこういう可愛いところいろいろあるんですけど、その辺をですね、だんだん解決して育てていくみたいな、自分のマシンをですね、だんだん育てていくみたいな、そういう楽しみっていうのが、逆にこういうラジコンのいいところかなと思ってますので、こういう調整ですね、調整なんかをしながら、だんだん自分の愛車をですね、育てていってほしいなと思います。はい、では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。